ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。兄ちゃん何やってんのそれ。珍しく収録中にずっと携帯ばっか見てる。やべえんだよやべえんだよこれ。今めちゃくちゃ欲しいもんがあってよ、うん、リアルタイムでオークションやってんだよただいまの時刻がね23時47分ですが、何時に終わるんですかそのオークション。0時00分でもすげえ欲しいもんがあって俺入札してそしたらこいつ500円で上乗せしてきたのな。これジャブかましてきたんだよこいつまず、うん、これ3日前の出来事ででそっから動かなかったんだよ全然、うん、で俺もそんなにこう、ジャブかましてきたなと思って、だからずっと放置してて、これはワンチャンいけんじゃないかと思ってもう500円上乗せしてみたんだよ、うん、そしたらこいつ1000円上乗せしてきやがって今これたもう俺こいつさらに上げてきたなこれ今戦ってるぞ今完全に。それ自動入札は相手がしてんじゃない。自動入札してるけどよ一回止まったんだよ、うん、でもさらに俺は3000円上乗せして自動入札の金額入れたんだよ、うん、そしたらそれを上振れてきやがったねこいつもめちゃめちゃ欲しがってんなこれ。しかもこれは値段までいっちまうけど、うん、本来の商品2万多分4000円ぐらいのものなんだな。スタートがそのぐらい。いやもう要はそれを新品で買ったとしてそのぐらいのものなんだよ、定価で買うと、うんうん、それが2万4000円でオークション出てたんだよスタート金額が、うんうんうん、でこれ海外でしか今もう在庫がなくて、うん、海外で買おうとすると4万ぐらいする、はいはいはい、でも在庫がないわけだ日本にもどこに行っても売り切れ、うん、もうネットでも買えない、うん、でそれが2万4000円から始まってるから、うんはいはいはい、もう相手も今もう血眼だよ今これだから多分こいつ4万まではいくぞ。それ何商品。これはマウスだな要はこいつこの野郎ついさっきまでも2万6000円で止まってたのが今もう2万8501円だぞお前こいつ超えてきやがったな。これどこまでいく。だから4万までは多分そいつも許容範囲だから1、10、100、1000いや4万1円まで俺はじゃあ行くぞこれで確認で設定するぞ。よし入札だ。これでお前これ3万501円まで跳ね上がったぞこいつめちゃくちゃやる気あるぞ。こいつこれ予算こいつも4万ぐらいだな多分。盛り上がってるぜ。3万9000円で言ってみたらじゃあ。いやもう俺はもう4万で今切ったから今自動入札で今競り合ってるよあいつとこいつお前予算そこつけよ。早くお前はどうなんだよ。ただ今3万501円で俺がトップだ。こいつ今多分3万だな。3万で予算切ってたな多分。今止まったから動きが。あと10分後に結果が分かると、ね、そう一回進めようかじゃあオープニング行こう。それでは今日もスパイのバサラカスタートスパイヤバサラカスパイヤバサラカ飲みすぎいや飲んでないんだよスパイヤバサラカスパイヤのバサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカお送りしていきます、はい、何をもういやもう俺は気が気ないよ今本当にすっ飛ばしちゃった今ちなみに、3万501円で止まってる。じゃあ大丈夫だ、いやわかんない。これはもうあっちが4万まで切ってきたらこっから白熱すっからね、じゃあ結果はエンディングでじゃあそうだ ねお伝えしましょう。いやエンディングじゃないあと8分で結果がわかるからリスナーさんからメッセージいただいてます、ありがとうございます。ラジオネーム京子さん、はい、
洋介くん、健太さん、こんばんは。こんばんは。私はカフェラテが好きでよく飲むのですが、はいいいですね最後に泡が残ってしまいます、スプーンを使えるときはいいのですが、そうじゃないときはどうしても泡が最後まで飲めなくて困ってます、カフェラテの泡ってどうしてますか？飲まなくていいでしょ。いやでもさ、すごいね、カフェラテの泡ってさ、ちゃんと入れてんじゃない？じゃ入れてあってもさ、そんな長いこと生きてるもんなの？早いんじゃないの？あ、そうか、でもホットだもんね、みんな、ホットだとそうか、確かに残っちゃうかもね。俺アイスしか飲まないから。俺だからさ、こういうさ、蓋がついてるカップあるじゃん、で飲むから、泡があることを俺認識できないね。確かにそうかも。ブルジョワジーだよね、そのね、ちゃんとカップで飲んでるね感じがね。もう一回いきます、ラジオネーム中椎さん、今度2月15日に開催される北九州マラソンに出場します、ちょっと待って、いいよ、40歳からランニングを始め、マラソン初挑戦は42歳。おお、すごい。コロナ禍の中止を挟み、今年で5回目の出場、これから本番までの追い込み調整がうまくいくようにお二人からエールをお願いします。健太さんはそういう場合じゃないです。そうっすね。すいません、今ちょっとページを更新してしまったもので35,501円までこいつ4万まで予算切ってくるから、いや35,000円止まってるなこれ。いやいいよ、これまずマラソンを始めたっていう事実が素晴らしい、素晴らしい。頑張ってください。いやちょっと早い番組では皆さん頑張れ、頑張るんだ。メッセージまだまだお待ちしています、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください、番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください、それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします、スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでオレンジでした。なんか騒がしいですね、いやー、相手が強い。相手がもう今ね37,501円までいった。そして、もう0時0分なんですけど今、時刻がねこちらの時間では、10分延長されました、じゃあ本当にエンディングで言っちゃうことになる。いや本当に、じゃあ気合を入れてちゃんとラジオやります。じゃあこちらのコーナーに参りましょう。このコーナーは皆さんの周りに一番気持ち入ってないやつがいる聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで今週は皆さんの友達から聞いた恥ずかしい話が届きました、お願いします。ラジオネームあおさん、ありがとうございます。よすけさん、けんたさん、こんばんは。私の友達の話を聞いてください。友達は高校生の頃、仲の良かったクラスメートの Y 君に密かに恋をしてしまいました。高校卒業の直前のバレンタインで、友達は卒業したらもう会えなくなると一年発起して、Y 君にチョコレートとラブレターを渡すことに。しかし気恥ずかしさと振られる怖さのあまりに、ラブレターには返事はいりませんと書いてしまい、返す予定だったゲームと一緒に袋に入れてこっそり渡しました、もちろん返事は来ず、友達と Y 君はそのまま何もなく卒業。しかしそれから数年後、自動車教習所の試験会場で Y 君とまさかの再会を果たしました。すごっ。でもそこでも勇気が出せず、友達は Y 君に話しかけることもできないまま終わってしまったそうです。それから10年近く経った今でも、バレンタイン近くになると、あの時勇気を出していれば何か違ったかもと後悔しまくり、耳鳴りのよう囚われたままですあくまでも友達の話です。そうですよ、バレンタインですよ今日。そうだね、そうなんですよね。オークションどころじゃないですよ。いや俺はオークションだよ完全これがバレンタインになるからね、俺のそうか、そうなるよどうですか今。決まりそうです。まだ6分あるんで、ちゃんとやりましょう。これ6分は上がんないんで、いやでもこれはやっぱバレンタインは、なんかその砕け散ろうがなんだろうが、これ自分の気持ちで思ったことはやった方がいいよね、ちゃんと、だってさ、せっかくのいい機会じゃん。バレンタインっていう名目があるから、いけるよね。いけることじゃん。だからバレンタイン、クリスマス、誕生日、もうこれはもう行こうと思ったらこと恋愛に関しては行った方がいいよね。だからこのなんかこう教訓にね、自分のその、やってしまったこれ伝えてがよかったって多分今も思ってると思うんで、これからは
必ずこう自分のねね。思ったことは伝えた方がいいんじゃないかなと思うね。だからその前にキルザノイズを気づけばいいんだよ。まあそうね。いやでもバレンタインっていうイベントがキルザノイズする可能性もあるわけその雑念になる。もはやバレンタインすらをキルしてしまう。そうだからずっと言ってるけどもう企業の思惑だからまあね、これは。まあまあそうだけど、そまあそれによってね社会が発展してるわけですから、そうね。そう大事ですよ。大事ですね。だからやっぱりこうもう行こう。行こう行った方がいい。じゃあ続いて、ラジオネームともさん。はい。こんばんは。バディツアーファイナル最高でしたと。次はアルバム引っ提げてのツアー楽しみですね。はい。さてさて私の友達の話なんですが、うん、高校生の時ユニコーンというバンドが好きでよくライブに行っていたそうです。友達が、その日参戦したのはユニコーンの福岡サンパレス公演。はいはいはい。会場時間の近くになり、なんとなく整番列か、並び始めるとなんだかファン層に違和感。はい。今でいうコスプレとか奇抜なメイクの方が多くて、あれと思って前の人に尋ねてみると、ここ米やけんねって言われて汗、そうです。あの場所福岡サンパレスと福岡国際センターの隣だ。そう2大ホールが隣接しているところだったんです。ユニコーンのライブ会場と間違えて米クラブの、会場列に並んで赤パジを書いてしまったというお話でした。今みたいにスマホも SNS もないから確かめる術がなくてって言い訳してましたよ。これ福岡あるあるではないですかと。これあるあるなんですか？いやまあ確かに隣だから、なるほどね。間違いやすいっちゃ間違いやすいかも。福岡国際センターいいな。いいホールってこと？ホールなのかな？ホールではないの？俺はね、センターはアリーナ。アリーナなんだ。初めてキッスのライブを見に行ったのが福岡国際センターなのよ。その時は普通にアリーナだった。めちゃくちゃあれじゃん、思い出の場所じゃん。そうだから相撲とかやってる人ね。そうなんだ。大相撲やってる。いいっすね、いい場所ですね。サンパレスはビルの方もさ、ホテル&ホールの方もあるのか。サンパレスの方が間違えそうだけどね。どういうこと？サンパレスの中で間違えるってこと？なんかサンパレスに、サンパレスのホールとなんかもう一個のもう一個あるんだね。福岡サンパレスって隣接してるホテルの入り口？そうなんかそこもさサンパレスって書いてある。ホテルの入り口にもサンパレスって書いてあるんだ。じゃあそれは間違えそうだね。そのもっと奥に国際会議場もあるでしょ。じゃあ結構隣接してんだ。でその奥にマリンメッセがあるから、それは確かにちょっと難しいですね。じゃああるあるですね、これは完全に。あるあるかも。だその時代はだから、そういうのいっぱいあったんじゃない？まあね、今だとねそれこそ SNS で間違えないように何回もね確認はできるから、確かにそうかも。まあ古き良き友達の話でした。そうですね。いやいいですね、こういう話もとっても。はい、ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょということは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。それでは今日はラジオネームともさんの友達の話からこちらを選曲しました。米クラブで米ウォー、スパイエアのマサラカ。お送りした曲は米クラブで米ウォーでした。はい、ありがとうございます。今俺はドキドキしてるよ。そろそろ時間ですか？時間ですね。はい、どうですか？落札！来ました来た、長かった。ちなみにいくらで落ちました？37,501円ですね24,000円スタートが。はい、24,000円スタート、13,500円。いや上がりましたね。でそれですが今の、市場価格です。じゃあいいお買い物だったじゃないですか。だから一番安いところで買って、海外からね、このぐらいの金額っていう感じです。でそこから送料もかかるって考えたらいい買い物多分。でもこれ東京都送料750円って書いてあるんで、750円だったらいいかなっていう感じですね。すぐ届くじゃん。じゃあそうね、38,000円ぐらいで落札です。はい、以上健太のオークショントライアルでした陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もお悩みいただいております。いやーこれめちゃくちゃ答えられるよ。もう気分いいわ、気分いいわ。もうすっきりしてんじゃない？すっきりです。じゃあよろしくお願いします。ラジオネーム虹色さん。
はい、ありがとうございます。洋介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。初めてメッセージします。うわ、ありがとうございます。私のお悩みを聞いてください、うん、今の会社で働いてもうすぐ15年になるのですが、お、すごい。独立しようか悩んでいます。会社ではある程度の役職についているのですが、かなり働いている割に給料はそんなによくありません、結婚して夫も子供もいますが、共働きなので生活は問題なく遅れています、ただ状況を変えてさらにステップアップするなら今のタイミングかなとぼんやりと思ってます、会社にも恩はありますが、職業柄転職するなら頑張って独立して、より自由に幅広く仕事をして稼ぎたいというのが正直なところです、ただ最初からうまくいくとは思いませんし、会社員という安定した環境を自ら手放すのにも勇気がいり、半年ほど踏みとどまっています、ぜひアドバイスいただけたら嬉しいです。なるほど。いやね、これは別にもう言っちゃっていいんじゃないかなとも思うけどね正直ね、もう今そのモードでしかないですいやでももう正直今会社にいても、別に安定ってこの後あれじゃないよ。その約束されてるわけじゃないじゃん、もう死ぬまで、まあ定年まで、絶対にクビはありませんよっては言えないじゃん、今もうどこに所属していても、って考えると独立もう半年間踏みとどまれるってことは多分その正常な判断ができてる状態じゃん、もう俺がさこうやって落札してさイエーイっつって行く感じじゃないじゃんまあね、ちゃんといろんなこと考えて、ちゃんと自分にかかる負担とか家族への負担も考えられてるわけじゃん多分、でも迷惑かけちゃうかもしれないっていうのもいいと思うけどね、だったらまあね、半年踏みとどまるぐらい、やっぱそれをしたいっていう自分の中の願望が第一であるから、まずやった方がいいんじゃないかな、会社にいながら、とりあえず今できることからちょっとずつ手をつけてみて、そうね、これできそうかな、いやこれやっぱ厳いなってなったら、まあもうちょっと考えてもいいし、まあただ起業するってなるとね、結構全突破しないとね多分まあ割とねいけないとは思うから、まあでもまあ、ね言うちゃあれだけど、まあちょっと旦那さんに甘えてもいいと思うし、あそうね、だからこの話をまず旦那さんにすることだね。そうだね、してるとは思うけども、してないんだったら相談してちょっとの間迷惑かけるかもしれないけどっていうことで進めれば多分大丈夫だと思うけどね。まあね、急に会社辞めてきたって旦那さん言われたら困るだろうけど、まあびっくりするね、まあ相談してもいると思うから、まあ自分が今のタイミングしかないって思うんだったらもう今じゃないかなと思うよね。これ1年後は多分そのタイミングずれてる可能性あるからね、やっぱ。確かに、企業系はね、本当に時期も大事だし。でも言うたらさ、俺らのライブのその楽器やってくれてる人たちとか制作の人とかもそうだけど、ずっと会社にいてでその後独立して自分でやってるっていう人多いから結構で、なんだかんだみんななんか最初の頃はさ大変大変って言ってはいたものの、やっぱ2年とかしてくるとしてよかったわって言ってる人の方がもう確実に多いから、やっぱその1年2年をなんとか踏ん張って先にあるんじゃないと思うけどね、その楽しいこととかやりたいことっていうのが。まあ失敗してこうね、もう本当に家もお金もなくなっちゃうみたいなことは多分、まあ旦那さんもいらっしゃるし、ね、いらっしゃるから、協力してできるんじゃない？そこはね、ないと思うので、これはまあ行くと思った瞬間に行った方がいいね。行った方がいいと思います、それは、とっても。はいいやって思いますよ僕はねえ、もうそれしかないよね。それしかないと思う。行きたいんだろ。行きたいんだから、最後の一押しでメール送ってきたんでしょ。行きなさい、行きなさい、ちゃんと相談しながら行きなさい。まあね、それは大事です。で続いて、ラジオネームほなおさん。健太さん、陽介さん、こんばんは。以前、進路に不安を抱えた結果3点倒立で解決しようとしたものですいたね。お二人の言葉を聞いてなんだか心に余裕ができたような気がしています。本当にありがとうございました。突然ですが、私はあのメールを送った時より5キロほど体重が増えてしまいました。ダイエットをしたいと考えています。しかし体力測定で学年最下位になったこともあるほど運動が壊滅的なんです。腹筋は一度も起き上がれた試しがなく、悔しすぎて友達と協力して不正をした結果5回起き上がれたことがある程度です。あまり信じてもらえないのですが自分でも信じられません。なので腹筋ができるようになるコツ、もしくは腹筋以外で何か室内でできる運動があれば教えていただきたいですと。スクワットでいいんじゃない？そうね。でもスクワットもね、あれ体勢が難しいね、スクワットって。学生でしょ？痩せなくていいよ。まあね、そう学生の間はね、
マジで思うんだ。おお、今日どうした？思ったなそれはだいぶ。福岡で俺今日朝さ、実家に帰ってたからね、年末年始帰れてなかったから、だから早い便で来て、電車で帰ってね、こういろいろ見てたわけですよ、街行く人たち変わっていったのかなとか、みんな細すぎてもう心配になるなんかさおじちゃんよそれ。いやもうだいぶ、いやなんかなんだろうね、わかるじゃん、この子スポーツやってたなとか、あるね。とかこの子は多分学生の頃からこう見た目を気にして、多分あんまり栄養取ってこなかったのかなとかがすごく顕著に現れ出すのって20代半ば後半ぐらいじゃん。それをパッて見た時に、俺はなんか美しいより心配がやっぱ勝つんだよね。なんだろう、言ってること多分40代ぐらいの発言だねそれ。いやなんかさ、なんかあるじゃん、さ細くないと美しくないみたいなさ、こう風潮みたいな、風潮はあるね、とっても。全く俺そう思わないのよね。むしろちゃんと太ももだから太くあれと思う。健康的なね。でやっぱ学生からそうやってさ、この子はねめちゃくちゃ多分腹筋とかでその食事制限多分はしないな、ある程度生きるためにやっぱその辺の栄養は摂取して、でもその健康的に痩せようと思うからこう腹筋をやろうとか分かるんだけど、あまりにもこう食べなさすぎる、不健康なダイエットねすると本当にね、見る人が見たら美しいと思えないから、でやっぱそういうのって学生時代のそういう蓄えが意外と生きるし、それが基盤になってそこから働くようになって運動量も増えてしっかりとした筋肉になっていって美しくなるっていうのがあるわけじゃないですか。マッスルメモリーっていうのがあるんでね、これそうやっぱりこう一回ついた筋肉っていうのは衰えたとしても、だから学生の頃にすごいスポーツやってました、ですごいこう仕事について事務職になって、全くこう運動しない、ただただこう太ってしまった、じゃあちょっとやばい、筋トレをしよう、走ろうと思った時に、昔やってた人は、そもそも筋力が上がるスピードが速いんですよ、覚えてるんで体が。でスパンと痩せるわけだ。そう、筋肉がついたり、筋肉がつくことによって代謝量が増えて、ご飯を同じ量食べてても痩せやすくなったりとか、っていうのがあるんで、やっぱりこう学生時代10代の頃特に、に筋肉をつけとくっていうのはめっちゃ多分大事で、その後のやっぱ人生をこうフィジカル的にすごいこう華やかにしてくれると思うんで、さすがに腹筋が一回もできないっていうのは、これちょっと言い方がきつくなるかもしれないけど、人として一回はできよう。そう、さすがに腹筋のなんかやり方を変えた方がいいんじゃない？多分あれでしょ、クランチをこうしようとしてる、だから頭をこう持ち上げるタイプだよね、だから俺頭持ち上げる、逆やればいいの。逆でいいと思うんだよな。大体さ、太ってきた時に気になるのってさ、下腹じゃん。下だね。下はさ、逆にこう頭を持ち上げるってさ、上じゃん。上、そう上部だから。だから寝てる時に両足をこう上げて何秒間キープするとかの方が多分効くんじゃない？そうね。で下腹に効くし、下はだ伸びてる時で、筋肉って一番こう最大に伸びてる時から最大に縮むまでの運動のところで一番筋肉を使うから、ベッドがあるなら多分いつも寝てるベッドで下にズリズリズリって降りてくる、そうするとお尻のこうなんていうの、尾てい骨ぐらいか、尾てい骨ぐらいまで行くと足が下がるじゃん、ベッドの下に、その状態で要は通常の要はこう平行になる、床と平行になるぐらいまで上げてあげる、足を。全然いいよ。そうすると多分一番こう下部が伸びた状態から下部を縮めてあげるっていう運動になるから、それを多分1日10回とか寝る前にやってるだけで腹筋は多分できるようになると思う。でそれがもっとできるようになったら、その上げた足を、顔の方で膝を自分の鼻につける感じか、丸めてお腹を、っていうところまでいけるとすごいこう腹筋多分できるようになると思う。バタ足とかもいいよ。そうね、伸ばした状態でバタ足、あと交差クロス、クロスとかやってると多分腹筋はね、そっちの腹筋をやればいった方がいいと思うな。そうだから頭上げるタイプの、だから足を持ってもらって膝を曲げて頭を上に上げるか、だからあれは体操座りからのやつね。あれはだから上腹筋。
そうだし、あれね腰に良くないって言われてんだよね。言われてるね。そうそう、だからあんまり足を上げる方が多分いいかなと思う。だしそういうのはできるんじゃないか。結局ちょっとゆっくり上げる方が効くじゃん。うん、そうね。そうだからまたいろいろ調べてみたら、そう今ね YouTube でいっぱい載ってるからね。だからさ、そういうねバタ足系とかそうやって足上げる系が意外と効いたりするから、そっちをやってるでしょ。女性に対してのやっぱ俺らは男じゃん、だからやっぱ男性の筋トレと女性の筋トレってやっぱ違うっていうから、だから女性が多分まあでもね女性のね筋トレはねちょっとね怪しいのも多いから、そのこれ信用できるかなみたいな、これやってれば痩せますみたいなのも多いから、その辺はちょっと自分でちゃんと情報を精査して見てもらった方がいいかもしれないけど。まあね、まあでも食べながら筋トレで痩せるが一番いいですやっぱり。食事制限はしない絶対。まあしてもいいけど過度なね食事制限はしない。お母さんが食べるね、お家で出されたものは残さずまず食べてください。それでも痩せるんで若い時は頑張ってください。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集してます。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでキルザノイズです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。ほぼオークションの話でしたね。はい、あとボタン一つで取引が終わります。よかったですね。よかったです。本当にありがとうございます。皆さんこんなん付き合っていただいて。ということで、現在流れております、新曲キルザノイズが、アニメ勇者系にショスの主題歌となっております。こちら CD が2月11日に発売になりました。お願いします。そのキルザノイズを引っ提げてライブハウスツアー、スパイアツアー2026キルザノイズが本日横浜からスタートしております。よろしくお願いします。そして3月18日にニューアルバムリバースこちらリリース決定しました。そのアルバムを引っ提げてのホールツアースパイアツアー2026リバースが3月からスタートです。福岡公演は4月5日日曜福岡市民ホール大ホールです。遊びに来てください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。お願いします。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とスパイアのドラムの健太でした。それではまた来週。